今回の産業まとめ。ワクチン確保は結局失敗。国内開発に期待って、軽貿易自慢できる状態？韓国政府のワクチン確保の遅れが指摘されていますが、これに対して各方面から批判の声が上がっています。ムン・ジェイン大統領もこうした国民の声の高まりを受けて、閣僚たちに対してワクチン確保を積極的にしろという指示を何度もしたと批判しました。韓国政府のワクチン確保への動きは比較的消極的だと医療関係者や専門家などからたびたび批判を受けています。これに対して韓国政府は、韓国は感染を十分抑制できているため急ぐ必要はないと発言したこともありました。しかしここ最近での感染の急拡大を受けて、ワクチン早期確保の必要性が高まっています。韓国政府はすでに4400万人分を確保し、2月から3月にはアストラゼネカのワクチンを供給できるとしています。しかし具体的な時期や数量については言及されていないため、火消しのための発言ではないかという疑問も出てきています。また、ムン・ジェイン大統領は来年の研究開発予算を史上最大規模にして治療薬とワクチンの開発を促進するとしています。しかしこれでは遅すぎるという指摘を受けています。さらにこの10月から12月にかけて東南アジア諸国での軽貿易宣伝に8000万円を投じたと報じられ、批判を浴びています。その中には1日の感染者数が1桁台の国も多く、1000人前後の感染者を出している国が何を自慢するのかと指摘を受けています。編集所官。今回の概要。韓国政府の自慢と言い訳。遅れる国内ワクチン開発。大統領だけちゃんとしてた？ 11 月の中頃だったか。まだ韓国の新規感染者が100人台後半だった時、韓国は感染が少ないからワクチン確保を急がないとしていました。さらには国民全員が接種するから安全性が十分に確保できてからの供給となるとも言っていましたね。これを海外メディアは、韓国はさすがだ。世界への供給を優先していて素晴らしいと褒めたたえました。米国のいくつかのメディアだったと思うけど、ワクチン競争から脱落したから嬉しかったのかな。そんな自慢をする傍らで、ワクチン確保量ゼロが指摘されると、突然コバックスから1000万人分確保というニュースが報じられました。コバックスって先進国などがお金を出し合って、途上国など全世界にワクチンが行き渡るようワクチン確保ができない国を支援する組織だと理解しています。韓国は10億円くらい出して、1000万人分の供給を受けると聞いて、ちょっとと思いましたね。その1000万人分が途上国に提供されればと思いますよね。先進国ぶってお金を出したもののちょこっとで、供給は途上国並みにがっぽり受けるって。その発表のすぐ後に、追加で2000万人分の供給を受けられると発表。この発表が先にあったらコバックスからは割り当てられなかったかもしれませんね。自力で確保できるんだから。さらにこの後にも1400万人分確保を発表。コバックス割り当て分を返上してよと思います。当初、承認されたばかりのワクチンは副作用もあるだろうから使わないとか言っていましたけど、今はいかに早く接種できるかで焦っています。国民やメディア、専門家の声が非常にやかましいので、確かワクチン確保予算もギリギリだったので、時間が経てば安くなるという目論みもあったようです。ただ、想像以上にワクチン確保競争は激しくてその目論みは見事に外れたようですね。そんな中で今更国内ワクチンの研究開発費に多額の予算を割り当てるなど、またしても的外れとも思われる政策を推進しています。将来的には製薬を国内産業の柱の一つにしたいというのは理解します。ただ、中国のワクチンが低評価を受けていることから考えると経験の浅い国にとっては困難な道のりだと思います。韓国は3月4月の第1波の時から国内ワクチン開発を宣言していましたが、その速度は非常に遅いようですね。日本は開発を進めつつも、それはそれと割り切ってワクチン確保に力を入れましたが、それは正しい判断だったようです。軽貿易自慢と国内ワクチン開発にこだわった結果、完全にワクチン確保に出遅れたという結果となりました。ワクチン確保予算は拡充されましたが、軽貿易宣伝という全く無駄な事業にお金を使ったことが厳しく批判されています。大した額ではないですけどね。
お金がない中で厳しく指摘されましたね。こんな間抜けな宣伝を海外にする暇があったら医療体制の拡充をしろと言われていますね。まあごもっとも。そもそも韓国は初期の貿易に成功したっぽく見えただけで、今や普通の感染拡大国。それを感染拡大がほぼ収まっている南国で、今や感染拡大している国が自慢をしてどうするのかと誰もが思いますよね。ムン・ジェイン大統領に対しても、成功したら前に出てきて自分の功績として、失敗したら閣僚のせいというあからさまな態度が批判を浴びているようです。前からそういうの多いですけどね。閣僚に叱責している自分の姿を際立たせて支持を得ようとしているのって。なんだかそういうのってキム・ジョンウンを想起させますね。と感じるのは私だけかな。まあ頑張ってくださいとしかかける声はないですけど。韓国も政権批判で大変ですね。で、結局ワクチンあるんですか？よくわからないですね。4400万人分がどういうスケジュールでどう提供されるかは全くわからないです。もしかして嘘とか？嘘だとしても嘘だとは言わないでしょ。でもみんなが期待しているような状況じゃないみたい。来年の後半とか言ってましたよね。今頃とか？来年の今頃感染が再拡大する前に間に合うかどうかじゃないですかね。知らないけど。それまで社会的距離を置く、でしたっけ？今は政府がワクチンとの距離を置く、だなんて批判されてますよ。何それ面白い。最近はメディアの政権への批判が凄まじいみたいだね。まあ今はそうした方が興味を引けるんでしょうね。あんなに人気あったのにね。ムン・ジェイン大統領。南北関係が良好だった時の期待感でね。今や北朝鮮の話をしても寒い風が吹くね。そういえばこの前言ってた中国のワクチンはどうなんですか？中国国内では。韓国の話終わり？これからなのに。もういいじゃん。で、どうなの？国内では最強ワクチンだとかすごく自慢してるよ。海外での労働従事者6万人が接種して、感染してないみたいな。うわ、この前の報道とどっちが本当なんだろうね。まあ、中国政府の発表はいつも成功ばかりだからね。なんとなく推し量れるけど。じゃあやっぱり感染した人はワクチン接種してなかったってこと？公式見解じゃないけど、海外で集団感染した人はいないってことになってるみたいだね。相変わらずですね、中国も。だってワクチンの効果がないなんて分かったら暴動起こるかもしれないから、それで国が転覆したら本当に笑えないし。そう？逆に笑えるんじゃ？外野はね、中国政府としては笑えないってこと。そうだよね。ゆるりんだと爆笑しそうだし。多分するね。健康診断行ってきた。どうだったの？普通に異常なし。すぐわかるの？血液検査の結果は来年。遅くない？来年内視鏡検査受けるときに結果もらう。あれ？郵送とかされないんだ。されないね。他の病院もそうだっけ？よくわかんないや。身長どうだった？ 169センチキープに成功したよ。私が教えてあげたあれやった？やらないよ。恥ずかしい。普通に測ってもらったよ。もったいない。こうやって、つま先から頭まで力入れて踏ん張って伸びきらないと。そんな小学生みたいなことやってるの？で、どうだった？ 160センチをキープしたよ。私はとにかく検診に行く直前までゴロゴロ寝て過ごす。立ってると重力で背骨の間が狭くなるからね。病院は近所だからパッと行って縮む前に測る。ふふふ、何それ。直前まで寝てるなんて、聞いたことないし、そこまでする人いないよ。これをやって、3年連続169センチ超えたからこれから堂々と169センチって公言できる。どういうこと？前はもっと低かったの？4年前は167.9センチだった。そんなに違う？直前頃寝で1センチ以上伸びたの？そうかもしれない。でもいいなぁ。ゆるりんは背が高くて。私も次回は直前までゴロゴロして身長測るときにグイーンって伸ばして162センチ以上になってみせるわ。それって異常値になって再検査になるんじゃない？
身長が急激に伸びたことによる要再検査。ひえー。それはちょっと恥ずかしすぎる。